こんにちは、鉄言です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は大阪メトロ中央線谷町4丁目駅に来ています。この中央線のラインのね、ホテルってもう何度も来ていると思うんですけども、今回はハフを利用して、宿泊します。もうこの系列のホテル何度も利用しています。そのホテルはこちら。ホテルマイステイズ大手前です。詳細はこのようになっております。先ほども言いましたが、ハフで予約しました。で、一泊朝食なし。で、ハフの場合は、だいたい朝食がついてないプランで後で追加するんですが、今回のホテルマイステイズ大手前は、朝食のサービスがないホテルです。部屋はスタンダードセミダブル禁煙、チェックイン15時、チェックアウト11時となっております。支払いの方はハフコインの590コインの 10% オフ、531コイン。円に換算すると 18,585 円相当となっております。それで部屋の方なんですが、スタンダードセミダブルね、これホテルマイステイズさんだとだいたいベッドで埋め尽くされて狭い部屋なんですよ。でも今回は全然違います。実は今回の部屋はアパートメントホテルです。アパートメントタイプのホテルなので、長期のご旅行や単身赴任のように長期で滞在される方にはいいホテルなのかなと思いますので、その辺を見ていただければなと思います。というわけで、ホテルに向かいたいと思います。それでは皆さんもご一緒に旅している気分で最後までお付き合いください。それではどうぞ。道順なんですが、谷町4丁目駅を、6番出口上がって、中央大通りを本町方面へ歩いて2つ目の角を曲がります。これちょっと間違えて1本手前の角で右に曲がったんですが、本町通りまで出ますと、ジャンボ酒場っていうたこ焼き屋さんですね。あって、そちらの方に渡って、さらに、本町方面へ歩きます。で、ファミリーマートが見える交差点をファミリーマートの反対側方面へ歩いていきます。そうするとですね、青い看板が見えてます。ホテルがここです。結構近いですね。で、完全にアパートっていうかマンションですね。マンションタイプのホテルです。1階にはね、バーなんかがありまして、こちら横にね、玄関があります。で、この看板見ると、ホテルだなってわかりますけども、普通に見たらもうマンションって感じです。で、中へ入りますとフロントがあります。はい、チェックインしました。フロント横にね、アメニティコーナーがありまして、こちらは歯ブラシはないんですが、ボディタオルとかカミソリとか、ヘアブラシなどがあります。ほんとフロント以外は普通のマンションって感じです。で、今回の部屋なんですが、2階です。205号室。で、エレベーターは1機で、もう見るからに普通のもう古いマンションですね。築30年ぐらい、20年、30年ぐらいですかね。はい、2階なんでもうすぐに着きます。でも完全にマンションですね。で、部屋はですね、205、左しか矢印ないんですが、ちょっと分かりづらいですね。こちらかなと思ったんですが、こっちかなと。203ってあったんですが、全然逆でした。反対方向向いてましたね。で、エレベーター出て右側ですね。右側をちょっと歩いたところに205号室。では、入ります。はい、部屋の中入ってきました。もうマンションって感じがしますね、やっぱり。広いですね。ワンルームマンションにしては広い方ですね。で、ちょっと電気がついてないので、つけると、明るいですね。
もうこれ完全に普通の部屋ですね。はい。広さは約20平米ぐらいでしょうか。で、キッチンがありますね。いやー、いいですね。畳で言ったら10畳ぐらいでしょうかね。で、ベランダがあって、いや、なかなかいい感じですよ。玄関に敷居がないから余計に広く感じますね。で、玄関から見ていきましょう。一応この部屋は一番小さいタイプなんですが、大きい部屋だと 2LDK からあるらしいです。で、叩きがあって、スリッパもありますね。で、横にタンスらしきものがありまして、扉が3つあります。で、一番上の扉もこういう3つに分かれてますね、棚が。で、消臭スプレーやブラシ、靴べらがあって、ここが下駄箱になるんでしょうかね。下にも引き出しがありますね。で、一番大きな扉開けるとクローゼットですが、ハンガーが1本しかないけども、1本しかないの。って思ったら3つありましたね。はい。で、一番下引き出した、これは開きませんね。そしてその横に全身鏡があります。足元がちょっと短いやつですね。で、ハンガーが3本と、空気清浄機。これはシャープのプラズマクラスター付き。電話がありまして、で、上にはインターホンですね。そして給湯器。もうアパートメントタイプならではですね。一応使用方法の、説明書もらってます。で、コンセントがこんなところにあります。で、こちらはですね、もう分かってると思いますが、ユニットバスです。ちょっと狭めですね。湯船も大きくはないですが、問題はないでしょう。で、タオルがこちらには置いてないような感じで、で、これはウォシュレットのリモコンですね。変わってますね。こう見るとやっぱりベテラン感がありますね。で、歯ブラシは部屋にありました。で、部屋に戻って、まずベッドから行きましょうか。ベッドは120、130センチ幅ぐらいですかね。で、タオル、バスタオルが、こちらに2組ずつありまして、ナイトウェアも2組あります。で、枕も2つで、こちら低反発のちょっと硬めの低反発ですね。で、こちらは高反発の柔らかめの枕。で、ベッドの上にアラームと非常灯があります。で、コンセント類はありませんね。さあ、それではやっていきましょうか。今日は楽勝でしょう。かなりのイージーモードです。一瞬言葉が出ませんでした。これ、かなりいいんじゃないですか。ちょっとずれてるか。でもかなり綺麗にいったんでね、97点ですね。ベッドはかなり沈むタイプですね。柔らかくて。で、ベッドの下にはこうやってね、ちょっとした入れ物がありまして、服とかね、脱いだものでもね、地べたには置きたくないんでね、いいですね、これは。で、デスクがあります。なんか変わってるタイプなんですが、でも最近見たなと思ったら、よく考えたら草津でね、前回の動画で同じようなのがありました。そしてホテルではね、いろいろ貸し出しがありまして、キッチン用品なんか鍋とかもありますし、包丁も借りられますね。下のバーでね、ホテルのルームキー差し出すと、10% オフで利用できるそうです。で、コンセントが一応2つですね。で、LAN ケーブルと、で、机の下の棚はちょっとごちゃごちゃしてますが、で、リモコンがありまして、これはエアコンのリモコンですね。で、ちゃんと、はい、動きます。そしてキッチンですね。一人暮らし始めた頃のサイズのキッチンですね。懐かしいですね。で、椅子がこちらにもありますね。で、ゴミ箱があって、
お茶セットね。マグカップと、で、電気ケトルと、電子レンジがあるのは嬉しいですね。これはありがたい。で、キッチンの方は、棚には、丼鉢やら皿やら、ね、ありまして、お茶碗とか、箸とかフォークとか、お玉までありますね。いや、これはありがたい。で、その下にはちゃんとね、食器洗えるようにね、洗剤とかもあります。で、まな板があって、シンクもちっちゃいですね。懐かしいな。で、炊飯器がありまして、ちゃんと計量カップもあります。で、結構使い込んでる感じがしますね。はい。そして隣には IH の携帯用のコンロですね。僕もこのタイプ持ってて、鍋するときはこれがいいですね。で、コンセントが3箇所。で、シンクの下の扉は、ここは開きませんね。で、冷蔵庫があって、氷も作れるんでしょうかね。いや、結構いいですよ。で、窓の外はもうずっと見えてますが、ベランダになってまして、ここちゃんと出れます。で、2階なのでちょっとね、視線が気になるのでね、もうカーテンは閉めときますけども、はい。本当にね、長期でね、滞在するにはね、こうやってね、洗濯物も干せますしね、こういうタイプはいいですよね。それでは買い出しに行ってきます。せっかくなので、ちょっとスーパーでね、いろいろ買って部屋で食べたいと思います。本町通りね、出てきて、こちらドミーンね、前に一度泊まりましたね。いや、いいホテルでした、ここも。で、このドミーンの向かいにあるのが紅葉さん。イオン系のスーパーですね。で、こちらで買い物したいと思います。お店はそんな大きくないんですが、お惣菜の種類が結構多いんですよね。で、イオンのスーパーとか、マックスバリューとかね、たまに行くんですが、結構お惣菜美味しいんですよね。いや、こうなると目移りするんですよね。もう、毎日行くんなら、今日はこれとか決めやすいんですけど、ね、今回一回きりなんで、すごい慎重です。いやー、どうしましょう、どうしましょう。鍋なんかいいですね。これ IH 対応みたいなんでね、鍋しましょう。で、おかず他なんかないかなーって。サラダね、サラダ買っときたいかな。明日のね、朝ごはん、ないので、こちらで買っていきましょうか。フルーツ、カットフルーツとか、ご飯もね、欲しいですね。おにぎり、ね、何か買っていきましょうか。カップ麺ね、どうしましょうか。夜ね、どうしてもお腹空いたらラーメン食べに行くっていうのも手なんですが、せっかくなんでね、カップ麺。でもそう、どうしようかな。そう、朝は牛乳飲もうか。はい。どれがいいかな。ちっこいのでいいか。で、お菓子も、何か買っていきましょうか。ね、プリングル、ハバネロは無理ですね。で、ヌチマースのこれ、ナッツですね。ヌチマースって沖縄の塩でね、これ結構ハマった時期あったんですよね。あと、お酒は、ワインがね、安いワインがありますね。これちょっと買っときましょうか。で、あと、ビール、チューハイありますね。こちらにも。で、お茶とかね。あって、スイーツね。モンブラン。モンブランか。いやー、迷うけども。で、買い物終わったんで、ちょっとだけ散歩しようかなと思います。谷町ってね、ずーっとね、坂になってるんですよね。何これ豚骨カレー。いや、めっちゃうまそう。ちょっと覚えとこう。で、炭火焼き、マルキン、立ち飲み。
うわ、これもいい感じですね。何これ？ちょっと覚えとこう。いや、今日行ったらよかったかな。まあいいか。で、進んでいくと公園がありますね。なんて公園でしょうか。中大江公園って書いてますね。外で遊ばない子供が多いって全然そんなことないですね。子供めっちゃ遊んでますね。今、茂みに入っていきましたね。ここ隠れ家でしょうか。いや、いいっすね。ちょっとやっぱりね、子供たち多いんでね、撮影するのは、ちょっとやめときますんで、明日朝ね、ちょっと散歩がてら行ってみようかなと思います。では、ホテルに戻ります。ホテルに戻ってきて一段落したので、正月の挨拶用の動画を今撮影しています。こちら先ほど買ってきたワインで265円やったかな。結構安いんですけども、まあ僕はこれぐらいでも全然美味しかったです。乾杯なんかね、しまして、それでデザートにね、モンブラン買ってきました。で、見た目ね、いちごソースがかかってて、モンブランっぽくないんですよね。でもね、モンブランのクリームが入ってて美味しかったです。撮影も終わったので、豚ちゃんこ鍋食べたいと思います。で、IH 対応なので、直接ね、こうやって置いて調理できます。豚肉とつみれを乗せて、で、スープを最後にかけて、で、スイッチオンでもうグツ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 煮込んでいきます。いや、もう美味しそうですね。で、その間に、ちょっとおかずをね、レンチンしますね。はい、できました。豚ちゃんこです。そして、チーズの入った磯辺揚げかな、ちくわの。で、こちらは、だし巻き卵と、おにぎり2つ。で、先ほどの残りのワインね。これでいただきたいと思います。それでは、いただきます。レンゲがないので、常備してるコンビニのスプーンで食べます。いやー、美味しいですね。豚肉もね、なかなか脂が乗ってて美味しいです。そしてうどんもね、やっぱりうどんがいいですね、こういう時は。で、熱々でね、これもうたまりませんよ。本当に美味しかったです。やっぱり寒くなってくるとお鍋が最高ですね。こちらチーズインちくわの磯辺揚げ。これはレンチンしてましてね。いや、美味しいですね。なんでチーズこんなに合うんですかね。あとね、お鍋にワインって合うんですよ、これがね。餅入り巾着ね。いや、お餅ってなんでこんな美味しくなるんでしょうね。いや、たまりませんね。だし巻き卵はですね、これちょっと甘めのね、やつです。で、そのだし巻き卵を鍋の中に入れまして、ちょっと浸しておきます。で、次はつみれ。いや、これも美味しいですね。もうつみればっかりでもいいぐらいです、僕は。これは鶏の肉かな。温めてただし巻き卵もね、美味しかったです。で、ごちそうさまではないですね。まだちょっと残ってます。この残りをですね、まず、丼におにぎりを入れて、そして卵をこう乗せます。で、軽くレンチンね。ちょっとラップがないのでね、そのまま。で、残ったお出汁を、もう一度火にかけて、で、先ほどの丼の中に入れます。そして残ったお漬物と一緒にして、雑炊にします。普通に雑炊やるとね、ちょっと食べにくそうだったので、別々にして、おじやみたいな感じでね、やったら美味しかったです。まあ僕よくこれやるんですけどね、家でも。いや、もう湯気が立ってね、熱々で美味しかったです。
ごちそうさまでした。美味しかったです。で、食後は食器を洗って、きれいにしておきましょう。時間は夜の10時40分を回りました。小腹が空いてきたのでラーメンでも食べようかと思いお湯を沸かそうとしたんですが、電源が入らないんですよね。で、スイッチもないし、コンセントは刺さってますよね。で、どこにも電源らしきものが見当たらないんですよ。で、多分これ挿すだけでいいタイプと思うんですよね。書いてないですし、いや、どうしようかなと困り果ててたら、どうやらコンセントが、左の方に挿さないといけなかったみたいです。右のオンはなんか使えないのかな、なんかわかんないですけど、確かに IH も左の方を挿してました。その前にね、シャワーでも浴びようかと思ったんですが、めっちゃぬるかったんですよ。で、給湯器のね、設定をね、変えるの忘れてました。危うくね、クレーム入れるところでした。で、シャワーから浴びて、お湯もできてたので、カップヌードルのシーフードミニを食べます。いや、でっかいサイズでもよかったんですけど、やっぱりちょっと食べ過ぎなんでね、最近。これぐらいがちょうどいいかなと思います。待ってる間にですね、ちょっとこれ見てほしいんですけど、めっちゃ広いじゃないですか。特にこのスペース、なんか無駄じゃないですか。広いはいいんですけどね、なんていうかね、アパートメントタイプでね、長期滞在するとしたら、このスペースはね、なんかもったいないんですよね。例えば、ベッドを今、縦向きに置いて、この空いてるスペースにソファーを置くとか、タンスとか棚とかを置くとかした方が、なんか便利いいんじゃないかなと思いますね。2年ぐらい前にね、浅草のドミーン泊まった時も、アパートメントタイプで、ここ横にね、デスクがバーンってあってね、棚とかいっぱいなんかあって、で、パソコン置けるようなスペースもあったんでね、そういう作りの方が良かったんじゃないかな。ちょっとこのスペースはもったいないですね。3分が経ったので食べたいと思います。いや、やっぱりね、シーフードですかね。なんだかんだ言って。それじゃちょっといただきます。いやー、やっぱりシーフードはいいですね。僕結構チャレンジャーで新しいもんが出たらそれ食べるんですけど、でもやっぱり戻ってくるのはノーマルのやつかカレーのやつかシーフード。この3つですよね。うん。いや、シーフードやっぱり美味しいです。これもね、残ったスープにご飯を入れて食べるとね、美味しいんですよね。食後はゆっくりしたいんですが、もう明るすぎるんですよね。部屋の照明がね、天井のシーリングしかないので、いや、なんかスタンドとかね、欲しいですね。ホテルの外はね、本当に静かでね、もううちの家とは大違いですね。それでは、おやすみなさい。おはようございます。カーテンを閉め切っているので時間がわかりませんが、7時前でございます。外はもうね、明るくなっております。朝の散歩など行こうかなと思います。で、2階なんで、もう階段で下に降りましょうか。で、階段を降りまして、右側になんか部屋があるなと思ったら、自販機コーナーですね。
アルコールはここ売ってない感じです。そしてフロントに行きますと、朝食がないので誰もいてません。で、ルームキーは返却してチェックアウトっていう感じですね。で、フロント前にラウンジみたいなところがあるので行ってみたら、ランドリールームでしたね。3台あります。洗濯と乾燥は別々っていう感じですかね。そしてシーツや枕カバーはこちらに返却するっていう感じなんでしょうかね。いや、外に来たら誰もいてませんね。ほんと静かです。で、周りね、もうビルばっかりでね、もう何も面白みもなかったんで、もうやっぱり公園に行くことにしました。で、昨日も来た、中大江公園ですね。なんか思ってたよりも広い感じの公園ですかね。で、こちらなんかデコレーションみたいな、まあクリスマス前なんで、まあイルミネーションとかあるんでしょうか。で、これはクリスマスツリーみたいにね、飾ってあって、これ夜来てたら点灯とかしてたんかな。いや、夜来るべきでしたね。で、グラウンドがあって、ここでね、子供たちがね、走り回って遊んでましたね。で、ちょっとした休憩スペースがあって、ここでお年寄りがね、ぺちゃくちゃお話ししてるんでしょうね。で、朝からね、掃除されてる方とかもいてね。で、これなんか、虎の乗り物ですね。うさぎもありますね。で、見たら3歳児から6歳児までね、僕は乗れませんね。で、砂場があったんですが、なんかえらいことになってますね。なんかゴミ散らかってるのかなと思ったら、なんかおもちゃが散乱してますね。これでいいんかな。で、ブランコと滑り台があってね、ちゃんと遊具もあるみたいですね。それではホテルに戻ります。で、ホテルに戻る前にローソンによってコーヒーを買って帰ります。やっぱり朝はホットコーヒーがいいですね。もちろんブラックで。いやー、美味しいですね。それでは朝食にしたいと思います。エビとチーズのグラタンとアーモンド味の豆乳ですね。これアーモンドミルク買うつもりが間違えました。で、グラタンは2分30秒レンチンします。いただきます。熱々で美味しそうですね。いい香りします。で、スプーンは部屋にあったスプーンです。いやー、これがなかなか美味しいですね。このホワイトソースの優しい感じと柔らかいマカロニがね、ほんと美味しいです。で、エビもね、プリプリでね、いやー、食べ応えありましたね。で、食後はね、残ったコーヒーをグビッと、なんか YouTube なんか見ながらね。で、食後は食器を洗います。いやー、ごちそうさまでした。家の中にいるのとあんまり変わりないんで、まだ8時半なんですが、もう帰ろうかなと思います。いや、それにしても本当に自宅気分で過ごせました。ありがとうございました。それではチェックアウトしたいと思います。こう、照明のスイッチがですね、もう本当に自宅みたいにあちこちにあるので、全部消していくともうなんか真っ暗で、はい。今から出勤って感じですね。それでは評価の方やっていきたいと思います。まずはアクセス。谷町4丁目駅、堺筋本町駅、どちらからでも OK ということで、だいたい5分から10分圏内ですかね。そして立地はまあお店は程よくあるんですけど、まあ遊ぶっていうところではないかなと思います。
建物設備はマンションをそのまま利用したホテルっていう感じなので、それなりに生活できるような、設備かなと思います。部屋はですね、今回宿泊した部屋も一番狭い部屋であれだけの広さなので、いいかなと思いますし、家具もね、揃ってますし、あと食器やね、調理器具なんかもね、ありますし、足らない分はね、レンタルできるので、長期滞在にはね、いいかなと思います。サービスという面では特にないんですが、先ほども言いましたけども、調理器具や食器など、レンタルができるということで、はい。そして朝食はついてません。で、総合評価の方は 3.2。安価なね、宿泊料金なんですが、今回はね、ハフで予約して、だいたい18,000円ぐらいだったんですが、普通の予約サイトとか行くともっと安いと思うんですよ。で、長期で、予約されるともっと安いと思うので、そういう面で安価なというふうな、表現してます。で、アパートメントタイプなので、全然普通にね、生活できるかなと思います。朝食なんですが、あったらあったでいいんですけども、なければないで、自分で探したりね、例えば明日のパン何しようかなとか、モーニングや朝テどこがいい店あるかなとか、最近だったら朝ラーメンとかね、ありますし、自分で選択してこう探すのも楽しいかなと思います。で、朝のこの時間になったら、もうフロントの方来てましたね。こうやってチェックアウトです。いや、それにしてもほんと静かでね、住めば都かなと思いました。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントもよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。